皆さんお久しぶりです。たぬきです。この間ツーリング先で、なんでインクラ乗ろうと思ったのと質問攻めに遭いまして、色々話していくうちに俺も、乗ろうかなわら、とか言ってくださる方が何人かいて、これは布教すればインクラが中古市場から、なくなり全部オーナーさんがいるような現象になると思ったので今日は、バイクに乗ったことがない私がなぜ、インクラを選んだのかをお話ししたいと思います。昔から、バイクに、特にアメリカンバイクに乗りたいと、思っていた私ですが、アメリカンといえど、各メーカーからいろんな車種が出ており、その中でもハーレーは代表格であるため、一時期検討していたことがあります。でも、実際に今乗っているバイクは、スズキのイントルーダークラシック400。あと2ヶ月後には車検も迎え、2年間愛車として、乗っていることになります。私自身は、まだ経験浅いライダーです。現在、バイクの需要も高く、これから乗りたいけど、どの車種が合うのか、インクラなぜ選んだんだろうと気になってる人に参考になればと思います。よろしく頼む。おおよそ2年前、YouTube で、たまたま見た元ブログさんをきっかけに、その頃食べ歩きばっかりしてた私は、ふと、バイク乗りたかったの夢だったんだよなと思い出し仕事も、落ち着いていた時だったので、バイクの購入そして、免許取得に向けて動きました。私はもちろん女ですし、身長は150センチちょっと、そして某ピンクの食いしん坊と同じく丸いです。車高に通ってる間、まだ自分のバイクを、買っていなかったので、どんなバイクにしようかと、色々探していましたが、この体格だとスーパースポーツ、なんかは乗れません。いや、努力や慣れで華麗に乗ってる女性ライダーさんは、見たことあるんですが、私には無理オブ無理。かっこよさ、峠なんか走るのが、楽しそうなカテゴリーですが、バイクも結構大きい買い物、買うならたくさん乗りたい。やっぱり、足つきが丸、見た目もタイプなアメリカンに方針が固まりました。じゃあ、アメリカンバイクって、どんなのあるかなと調べると、真っ先にハーレーが出てきます。こんなんとか、あんなんとか、めっちゃくちゃかっこいいです。ハンバーグ師匠も乗ってますもんね。ハーレーは武骨スタイル、そしてエンジン音、大きなボディでとても魅力的。あとやっぱりカスタムパーツが豊富なので、調べていても唯一無二の愛車に仕上げていて、愛着持って乗られてます。すごい素敵ですよね。乗りやすさもお墨付き、長距離ツーリングも最適です。調べるとハーレー以外に、女性から人気なのが、ヤマハのドラッグスター。実は私は最初この車種を狙っていました。国産車でありながら、ハーレーを感じさせるフォルム、空冷 V 型エンジン、ノーマルマフラーでの音も試聴してみましたが、もう鼓動感がたまりません。ハーレーと同じく足つきも良く、人気車種のためカスタムパーツも多く出回っており、インスタなどで見ると、かっこいいお姉様が乗りこなしているのを見て、ついフォローしてしまうという、初心者ならとおすすめされる車種になります。さあどうしようかなと。この2つを色々調べていくと、ハーレーの場合は大型二輪免許が必要なことが分かりました。すでに車高に通っている私、その際にバイク立ちこけしたりして、自信を少しなくしていました。これが中型、大型になったらもっと大変なんじゃ、そう思うようになり、必然的にハーレーは断念しました。気持ち的にはいつか乗りたいって感じで、よし、そうなったらドラスタだ、と思い立ち、近くのバイク王に置いてあることを知り、見に行ってきました。そこで運命的な出会いをしたのです。着いて早々、ホームページにあった、ドラスタに案内されました。バイク屋さんってカテゴリー別に、ある程度置いてくれてるので、アメリカンゾーンのところへ、才能を見ても、かっこいい武骨感私でも乗れそう、と思いながら、またがらせてもらったりと、見学させてもらいました。店員さんが、他のお客さんの接客のため、離席するということで、一人になり、ドラスタと対峙していたら、ふと横にあるバイクに目をやると、そこにはめっちゃ迫力のある大型バイクがありました。これがインクラを知るきっかけです。こいつハーレーってやつか。って思って、近くで見ると、そこには見慣れない文字、イントルーダークラシック400。大きさ的に大型二輪免許がいると思っていたのに、この400を見て、あれ、これ私も乗れると思い始めたらもう止まりませんでした。ここで少し紹介しますが、インクラは、スズキのアメリカンバイク、そして絶版車、車体が国産アメリカン400の中で最大、横幅も大きく、個人的にクロー割りっぽい。
違う、高フォーマンボディなんです。クロムメッキパーツも多く、まさしく自分が思ってた、アメリカンバイクとしてのデザインでした。店員さんが戻ってきてくれたので、ドラスタもいいけど、こちらの車種はと聞くと、マイナーではありますが、これもなかなかかっこよさありますよね。ただ、他に比べて結構車重があるので、女性だともしかしたら厳しいかもしれません。そう言われました。無理もないですよね。こんだけ大きかったらそりゃ重い。275kg超えの車格。ドラスタと違い水冷ではありますが、アメリカンならではの V ツインエンジン SOHC4 バルブを搭載。シャフトドライブなので、日常メンテナンスはそんなにいらず、店員さんの解説で、エンジン機構的にはスムーズに発進もでき、長時間乗るのもたやすいですが、このバイクは重いのもあって、加速が物足りなく思うことがあると思います。と言われました。これを聞いて、皆さんは、ちょっとそれ嫌だなせっかくバイク買うなら、パワフルな方がいい、と思う人の方が多いと思います。私は初心者、いきなりアクセルひねって、飛び出すとかないと思いますが、馬力あるバイクより、ちょっとためがある加速をするバイクの方が合ってると思いました。シート高も 700mm、ライダースブーツ履けば問題ないレベル。その日に一気に方針が変わり、ハーレー、ドラスタではなく、インクラを選ぶことにしたのです。その後、バイク王ではなく、レッドバロンにも足を運んで、今のバイクを購入しました。免許取る前にはすでに整えましたね。免許交付後その足で引き取りに行きました。初めて乗るバイクに、これを選んで後悔はあるのかと言われたら、私はないと答えます。でも、デメリット。これは買う前から分かっていましたが、条件として、私の現環境は、実際に乗って、確かになぁと、再度認識することはあります。都内に住んでいて、月に1、2回ほど関東周辺を、目的地としツーリング。その際は高速道路も使えば、峠も走ります。私自身の体格は先ほど述べた通り、ほぼノーマル車体でカスタムというより、ETC やエンジンガードを、取り付けただけになっています。この辛さはやはり乗り出す前に痛感しました。やはり車格が大きく、他のライダーさんは実際乗りながら、バイクを後退させてたりしますが、私はそれをするには足がおぼつかなくなります。よたよたと足つく感じです。私のような体格だから感じるのもあるのかもしれません。なので一番確実なのは、降りて取り回しする方がいいのですが、そうするとこのバイク重くて大変だなぁ、と感じ出すのです。特に、このバイクに乗って最寄り駅、コンビニに行くだけに使うのは、かなり腰が重くなります。普通にスクーター、なんなら自転車で行った方が楽です。車格が大きいので駐車するスペースも結構取ります。よくマス2にお誘いいただいておりましたが、バイクを並べる、駐車するの結構怖いと思うほど、最初は取り回し苦手になっていて、乗るのが億劫になるんじゃないかと心配しました。まあ、その心配も慣れてしまえば、どうってことはないのですが、念頭に置くべきことだと思います。ポジティブに取り回しの大変さこんな大物俺は乗ってるんだぜって思うようにすればいいですね。もう一つは、カスタムパーツが他の車種に比べて、少なくないですか？問題。いろんな方のブログ記事や動画を見て、アメリカンバイクのパーツを扱っている会社さんが、ケンテックさんと、ショークロームさん、あるじゃないですかとか思って、いざ取り扱い見ると、インクラそんなにないんですよね。自分で錬金術でも使って、作れればいいんでしょうけどね。厳しいです。インクラで一番わかりやすいカスタムはマフラーです。ただ、私はこのノーマルの音が好きなんですよね。静かなんですが、それが好き。あと、外装をよく工夫されてる方がいます。ステッカー貼ったり、サイドバックやシート、この狭いカテゴリーの中でもかっこいいバイクに育ててる方は、たくさんいるので、愛とお金さえあれば解決できる問題ではありますね。皆さんがレビューの中であまり良い評価じゃないところが、私にはメリットに値するのが大きかったのと、何より街乗り、遠征ツーリング先でも、ハーレーと同様注目をもらえるバイク。相方として購入できて本当に良かったと思います。私の考えは以上ですが、もし購入を考えている方でしたら、販売店さんの意見も聞いてみてほしいです。レッドバロンを選んだのは親身になって、お話ししてくれたからなんですが、やっぱり自分の考えてることよりも良いこと、悪いことを、はっきり言ってくれるお店の方は貴重です。
それでも、参考になれば嬉しいです。定期的には動画上げられませんが、今年もゆるりとバイクライフ楽しんでいきますので、その様子やレビューを作っていこうとも思ってます。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。